こんにちは。今日はキャンドル制作で最もよく使う2つのワックスについて詳しく学んでいきましょう。この動画のレッスンで紹介する作品は主に石油由来のパラフィンワックスで作るものが多いです。パラフィンワックスといっても実はたくさんの種類があります。パラフィンワックス以外のワックスや添加剤を含めるとその種類は50種類以上あると思います。たくさんの種類のワックスを使えば本当に様々なデザインのキャンドルを作ることが可能です。でも始めてすぐに多くのワックスを使って学ぼうとするととても混乱します。そして実際に毎月何千個というキャンドルを作ってきた私でもよく使う相性の良いワックスというのがあります。この動画のサイトでは厳選した使いやすいワックスで分かりやすく解説しています。なので慣れてきたらたくさんの種類で応用してどんどん作品を作っていくのがいいと思います。ポイントやコツも分かりやすく説明していきます。まずはじめに一番よく使うパラフィンワックスとマイクロワックスについて詳しく解説していきます。キャンドル製作に使う主なワックスは石油からできたワックスです。石油ワックスの歴史は新しく、1809年にドイツ人によって石油中より初めて抽出されました。キャンドルでよく使うワックスは石油から生成されています。石油を生成する段階で大きく分けて2つに大別されます。図を使って説明してみます。どのような工程でワックスは分かれているのか。私たちがキャンドル製作に使っているパラフィンワックスはこのような工程を経てワックスへと生成されています。パラフィンワックスとは原油の減圧蒸留流出油部分から分離生成した常温において固形のワックスです。結晶性の良い炭化水素を分離抽出したもので、直鎖状炭化水素ノルマンパラフィンが主成分です。融点は大多数のものが40度から70度程度です。マイクロクリスタンワックスとは、減圧蒸留ボトムまたは重質流出油から分離生成した常温において固形のワックスです。構成している炭化水素は分岐炭化水素イソパラフィンや飽和環状炭化水素シクロパラフィンが多くなります。このためパラフィンワックスと比較して結晶が小さくなります。また分子量も大きく、そのため融点も60度から90度と高くなります。また溶融粘度も高くなります。だけど初めてワックスを扱う人にはこの説明だと分かりにくいですよね。分かりやすく簡単に説明すると、パラフィンワックスとマイクロワックスは石油から作られ生成されるときに分かれます。大雑把に説明すると、パラフィンワックスは油の上のサラサラとしている部分、マイクロワックスは下に沈んだドロドロとした部分です。実際に溶かしてみるとわかるのですが、マイクロワックスの方がドロドロとしてとてもベタベタします。それに対してパラフィンワックスはお湯のようにサラサラとしています。この2種類のワックスはキャンドルの製作でとてもよく使うワックスですが、性質や融点など様々な点で異なるワックスです。
ワックスの特徴を理解して使うことで技法を理解しやすくなります。ちなみに融点とは、ワックスが溶ける温度、固体が液体に変わる温度です。ワックスの溶ける温度を表す際によく使います。私も初めてキャンドルを作った時にワックスの種類の多さに驚きました。まずパラフィンワックスとマイクロワックスが別のワックスだということを理解してください。同じ石油からできているのですが、パラフィンワックスが油分が少なくサラサラとしているのに対して、マイクロワックスは沈んだ油のドロドロとした油になっています。パラフィンワックスの融点が58度なのに対して、マイクロワックスは80度以上と融点も高くなり、ワックスとしての性質がかなり違ってきます。この2つのワックスはこれからのレッスンでたくさん使っていきます。今日はキャンドル制作で最もよく使うワックス、パラフィンワックスとマイクロワックスについて詳しく説明していきました。少し理解はできましたか？これからたくさん制作していく上で、どんどん特徴を知り慣れていくと思います。本日のレッスンもありがとうございました。また次のレッスンでお待ちしています。